ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる知者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに駆けていぬ。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて自節に任せという生き方こそ泥の心であろう。人間は泥より出て泥に帰ると言われる。その道中とても泥の心を身につけての生き方こそお道の信心者の真髄でもあろう。師匠の教えられる見教えの要というのでしょうか。それは泥の心ですね。成り行きを泥の心で受ける。神様のお働きであるその成り行きを泥の心で受ける。その泥の心で受けて自らの心を肥やしていく。心を育てていく。これが師匠の真髄の師匠の信心の真髄でもあろうかと思いますね。師匠のもとで大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、普通の世間では非日常的なことが日常的なこととして普通に起こってくることがありますね。それは普通の人では世間では神様からお知らせをいただくというようなことは非日常的なこと、大変得意なこと、得意点ですね、特別なことであるようですけれども、師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、神様からのお知らせをいただくというのが日常的なことになりますね。それは師匠と神様との間に、天地金の神様と師匠との間にパイプが敷かれているからだと。その師匠と神様とのパイプを通して、それがまた修行生であったりご信者さんの方であったりというところにまでそのパイプが延長されているというわけですね。ですから修行生であったりご信者さんのところにもその同じパイプがつながっている。それで神様が直接ご教導をくださる、そういうシステムになっているのだというようなことを師匠が教えてくださったことがあります。その師匠が神様からいただかれるお知らせ、あるいはその修行生やご信者の方がいただかれるお知らせ、そこにはやはりある意味が込められていますね。例えば車のお知らせはお得のお知らせだと、ご神徳の意味だと。自転車というのは自分で漕ぎますから、これは人力のことだとか、13という数字はご神願ご成就だとか、4という数字は神様の願いだ、3は参拝に通ずるから参拝をしなさいということだとか、御用は54ですから御用だと、54ですねという数字は神様の御用だとか、またおまわりさんなども御用御用と言いますね。時代劇でですね。ですからおまわりさんを見れば、これは御用だなと、パトカーなどを見たり白バイなどが前を走っていると、何かこれは御用だ、御用をしようとおっしゃっておられる、いや今出かけているのを神様が御用と見てくださっているのだといったような頂き方もいたしますね。
負い目の中にもさまざまな負い目をいただきます。新中記念の時にご神願をいただくこともあります。まだ修行に入る前でしたけれども、やはりいろいろ負い目をいただき、その負い目をこれはどういう意味でしょうかと師匠にお尋ねする。それが楽しみでもありましたね。またそのどういう意味だろうかと、これはどういうご真意なのだろうか、どういう意味が含まれているのだろうかと、そのことを一日中思い続ける。これもまた信心の楽しみでもありますね。そしてまた教例会などでよくご信者さんがこういうお夢をいただきましたとか、こういうご神願をいただきましたと、それはこういう意味だろう、ああいう意味だろうと教例に花が咲くこともありますね。その当時青年会がいろいろな神様からのお知らせにその意味合いがやはりありますから、師匠独特の意味合いがありますから、それを一つの何と言いましょうかね、翻訳したもの、辞書のようなものでしょうか、愛寂語録というのをガリバンが作られたことがありますね。そこにはいろいろなそのお知らせのこれはこういう意味だというようなことが書かれておりますね。一つの言葉のようなものでしょうか、暗号のようなものでしょうか。中には判事物のようなものもありますね。語呂合わせのようなものもあります。しかしそれら一切が私どもの心を育てることのために下されたものであるということですね。世間では神様のお知らせというと何かその未来を予言するような予言的なお知らせであったり、そういうものをありがたがりますね。いついつこういうことが起こると、それこそこの宝くじは何番を買えとか、いついつこの株が上がるぞとか、そういうのは大変ありがたく思いますね。どちらかというと神様のお知らせというものを何というのでしょうかね、便利物のように使うというのでしょうか、そういう予言的なお知らせをありがたがるものですけれども、師匠のもとでいただくお知らせというのはそういう予言的なものはほとんどないように思いますね。その人の心を育てることのためにこういう心を持てよとか、こういう信心をしてくれよとか、そういう神様のお心の発露というのでしょうか。中にはお気づけといったようなこういう心はやめてくれよと、もっとこういう心で言ってくれよといったような、その心を育てるための神様からのお知らせということが多いですね。ですから信心ができているからお知らせをいただくとか、できていないからいただかないとかいうことでもないですね。またどちらかというと辛抱力のある人はお知らせをいただきにくいともおっしゃっておられましたね。そのお知らせをいただく必要がないからです。辛抱ができるからです。むしろ辛抱力のない人の方が神様がここは一つ耐え忍んでくれよと、それこそ何か問題がある、もうこれはいただききらんといったような時に
数字の4をいただいたりすると、これが神様の願いなのだともう一踏ん張りしようという気が起きますね。あるいは13という数字をいただいたりすると、このことによって神様の願いが成就していっておるんだ。それならばもう一辛抱しよう。といったような心が湧いてきたりいたしますね。そういう神様からのさまざまなお知らせによって、私どもの心を育ててくださろうとしておられるのですね。中にはそれこそやっぱり判じ物のようなお知らせもあります。そしてそのことを先ほども申しましたように、一日中謎解きをする。それが楽しみであることもありますね。師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、そういう神様からのお知らせをもとにして信心の稽古をさせていただくことができる。そこにやはり楽しさもあるわけですね。どうぞさまざまな信心の稽古の楽しみ方があります。一つそれらをよくよく味わって信心の稽古をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。